紀元前の中国、群雄が割拠し、混迷を極めた戦国時代。そこに現れたのが、わずか13歳で王となり、やがて中華全土を統一した男衛星。後の始皇帝です。彼は鉄の意志と冷酷な策略で乱世を制し、法と中央集権による秩序を築きましたが、その胸の奥底には、死への激しい恐怖が潜んでいました。不老不死を求めて東の海に徐福を放った狂気、文書工事に至る思想統制。そして巨大領母と兵馬俑に込められた死後の野望まで、始皇帝の真の姿を紐解きます。史上初の皇帝は果たして暴君か、それとも理想を追った改革者だったのか。この動画が面白い、参考になったと感じたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。第1章、中華統一前夜、戦国の荒野に現れた若き王。戦国の世は、容赦のない地、と野望の時代であった。紀元前の中国大陸では、7つの大国が覇権を争い、盟約は紙のごとく破られ、兄弟は敵に、親子は仇となる混迷の渦に飲まれていた。中でも西方に位置する秦は、かつて蛮族と揶揄されていた、辺境の国に過ぎなかったが、時代とともに、その姿を変えつつあった。規律を重んじ、法と軍による支配を武器とした秦は、着実にその地位を高めていく。そして、秦の命運を決定づける存在として現れたのが、一人の少年。衛星である。衛星の誕生には、すでに波乱がつきまとっていた。彼の父始祖は、秦王の血を引く者の、当時は、趙に人質として送られていた身であり、政治的に孤立していた。そこに現れたのが、商人から成り上がった、期待の策士呂不韋である。呂不韋は始祖に投資する形で支援を始め、さらに自らの愛称であった長期を始祖に差し出した。そして生まれたのが衛星である。彼の出生には、呂不韋の実子ではないかという噂が絶えなかったが、真相は歴史の闇に沈んでいる。いずれにせよ、衛星の背後には、呂不韋という巨大な後ろ盾があった。やがて始祖が王位につくと、衛星は、正式に皇太子とされる。そして紀元前247年、まだ13歳の若さで秦王として即位した。この時、衛星はまだ政治の表舞台に立つことはなかった。実権を握ったのは、丞相となった呂不韋と、王太后となった長期である。だが、この二人の権力は、やがて国の根幹を揺るがす腐敗と混乱を招いていく。長期は、呂不韋が遠ざけた愛人嫪毐を、密かに宮中に呼び寄せ、愛人関係を再開する。嫪毐は偽装された宦官として宮中に入り込み、王太后の後ろ盾を得て急速に勢力を拡大した。彼は私兵を持ち、政敵を排除し始めるまでになった。そしてついには、衛星を廃し、自らが王となる野望を抱いて挙兵するに至る。この嫪毐の乱は、秦王政にとって最大の危機であった。だが、この時すでに衛星はただの少年ではなかった。彼は自ら軍を動かして反乱を鎮圧し、嫪毐とその一派を容赦なく処刑した。さらに、母である太后長期を幽閉し、政りごとから完全に引き離す決断を下す。この非常な行動は、臣下たちに衝撃を与えると同時に、若き王が真に王として目覚めた瞬間でもあった。続いて、衛星は呂不韋にも矛先を向ける。かつて自らを支えた最大の後見人を彼は政界から排斥し、最終的には自害に追い込んだ。この一連の粛清により、衛星は名実とも二秦国の最高権力者となった。彼の政敵は一掃され、宮廷は完全に衛星の掌中に収まったのである。この時、衛星はわずか22歳。だがその眼差しには、もはや老快な策士をもしのぐ冷徹さが宿っていた。自らの血すらも容赦なく断ち切る非常な意志。それは単なる冷酷ではなく、天下統一という巨大な目標のためには、感情を切り捨てる覚悟であった。彼にとって国家とは私物ではなく、理想の実現のために、徹底的に制御すべき機構であった。国内の安定を取り戻すと、衛星は軍と制度の再構築に乗り出す。戦乱の中で強化された軍政を、さらに整え、法による統制を一層強化した。そして、彼が目を向けたのが、中、元に割拠する六国の存在である。
韓、趙、魏、蘇、燕、西。これらの国々は互いに牽制し合いながらも、秦の膨張に警戒を強めていた。だが、衛星にとって彼らは撃つべき敵であり、統一の障壁に過ぎなかった。彼の脳裏にはすでに、統一中華の青写真が明確に描かれていた。長年の戦乱で疲弊した民を救うためにも、国家を一つに束ね、永続する秩序を築かねばならない。そのためには、戦であっても、策であっても、どんな手段も正当化されるべきだと、衛星は信じていた。やがて彼のもとに集うのが、李氏や王翦といった期待の才覚を持つ家臣たちである。李氏は放火思想を軸に、強力な中央集権を設計し、王翦は、冷静かつ徹底した軍略で戦場を制した。衛星は彼らの能力を的確に見抜き、使いこなすことで、着実に統一の準備を進めていく。衛星の青年期は、混沌と陰謀の中で鍛えられ、そして自らの意志と力で生き残った物語である。彼は多くを捨て、恐怖と猜疑を内に抱えながらも、決して歩みを止めなかった。その心には、ただ一つ、乱世の終焉と未来の安定という理想が燃えていた。そして今、六国を打ち滅ぼし、中華を一つにする戦いが始まろうとしている。第2章、中華統一への道、六国征伐と冷酷な戦略。秦王衛星が権力を完全に掌握した時、彼の目には、すでに中原六国を飲み込む未来がはっきりと映っていた。戦国の世を終わらせ、ただ一つの国家を築く。その野望を実現するため、彼は長年にわたって国家の仕組みを整備し、軍を鍛え、情報と謀略の網を全土に張り巡らせていった。そこに情けや緩みは存在せず、徹底した現実主義と冷酷なまでの目的合理性が支配していた。中華統一の第一歩として、衛星が狙いを定めたのは、最も小国であり地理的に、秦に最も近かった漢である。漢は他国に比べて国力も軍事力も劣り、内政も乱れていた。衛星は力でねじ伏せるのではなく、戦わずして屈服させる道を選ぶ。巧妙な外交と威圧、そして内部分裂を促す策を仕掛けた結果、紀元前230年、漢はほとんど戦わずして秦に降伏し、滅亡した。これが中華統一戦の幕開けとなった。次に標的となったのが趙である。かつて衛星が人質として過ごした地でもあり、個人的な因縁も深い国であった。趙は勇猛な軍を誇る国であったが、趙兵の戦いで秦に惨敗して以来、再び立ち上がる力を失っていた。衛星は名将王翦と、その息子王賁を派遣し、組織的な軍略によって趙を追い詰めていく。紀元前228年、秦軍は趙の都邯鄲を陥落させ、王族は捕らえられ、国は消えた。趙の滅亡と同時に、中原の空気は一気に緊迫した。残る義援蘇生の諸国は、秦の圧倒的な軍事力と、その冷徹な征伐の手口に恐れをなし、互いに牽制し合いながらも、まとまって秦に対抗する術を持てずにいた。衛星はこの状況を熟知し、各国の内部事情を徹底的に分析した上で、分断と内部分裂を促す策を仕掛けていく。紀元前225年、秦は次なる標的として義に矛先を向ける。ここで活躍したのが、水攻めの名手王賁である。彼は義の都大量を取り囲み、黄河の包みを切って、都を水没させるという大胆な作戦に出た。この一手により、義は一気に崩壊し、滅亡する。水を武器とする戦術は、秦の軍略が単なる武力ではなく、自然さえも操る知略に満ちていたことを示している。続いて攻め入ったのが、北東に位置する燕であった。燕はすでに衰退しきっていたが、最後の抵抗として、暗殺者慶華を秦王のもとに送り込む。宮中で歯を突きつけられるという危機に直面した衛星は、間一髪で命を守るが、この事件は、彼の猜疑心と警戒心をさらに強める結果となった。紀元前222年、秦軍は燕を完全に征服し、その国もまた歴史の表舞台から消え去った。残るは南の大国蘇と、最東端の西である。特に蘇は、広大な領土と根強い民の忠誠を持つ、秦にとって最大の難敵であった。紀元前224年、衛星は、王翦を
総大将に任じ、20万の大軍を南に派遣する。しかし、王翦は出陣を渋る素振りを見せ、たびたび増援を要求した。衛青は、その真意を見抜き、王翦が完全な勝利を確信するまで、兵と物資を惜しみなく与えた。そして翌年、王翦は楚軍を徹底的に撃破し、宋王を捕らえ、国を滅ぼす。秦にとって最大の山が崩れ落ちた瞬間である。最後に残されたのが斉であった。だが、斉はすでに周囲を秦に囲まれ、絶望的な状況にあった。外交によって時を稼いでいた斉王も、やがて秦の圧倒的な力の前に屈服し、紀元前221年、戦わずして降伏した。こうして中国史上初めて、広大な中華の地が一つの権力によって統一されたのである。この瞬間、衛青は自らを皇帝と名乗った。それまでの王という称号を超越し、初めての皇帝、すなわち始皇帝を名乗ることで、自らの支配が未来永劫に続くことを願ったのである。この名乗りは、単なる称号ではなく、新たな時代の始まりを告げる象徴であった。彼の統一戦争には、一切の情がなかった。各国の王族や貴族はことごとく処刑され、反乱の目は徹底して積まれた。民衆には重税と労役が課され、国家の統一は個々の犠牲の上に成り立っていた。だが、それでも衛青の統一がもたらしたのは、これまで誰も実現し得なかった、絶対的な秩序と平和であった。中華全土に響き渡る皇帝の名。それは恐怖であり、畏敬であり、時に救いでもあった。第3章。統一後の大改革、文書工事と中央集権の構築。中華を統一した秦の始皇帝衛青は、単に戦の覇者として君臨しただけではない。彼の真の目的は、戦いの果てに得た広大な領土を、一枚岩の国家として組み上げ、永続する秩序を築くことであった。つまり、統一は終わりではなく始まりに過ぎなかった。六国、それぞれが異なる制度、文字、貨幣、文化を持っていた中で、衛青が挑んだのは、人々の暮らしの根幹すべてを真に塗り替えるという、前代未聞の大改革である。その基盤となったのが、法家思想であった。法家は、人の徳や真偽ではなく、明文化された法律と厳格な執行によって、国家を統治すべきとする現実主義の思想である。これを徹底的に体現し、制度に落とし込んだのは、始皇帝の右腕李氏である。李氏は反非行に学び、秩序と効率こそが国家の命脈であると確信していた。彼の設計した国家体制は、中央から末端まで一本化された官僚制を中核とし、秦の皇帝による絶対的な命令が各地の軍権へと即座に伝達される構造を持っていた。まず衛青が行ったのは、郡県制の導入である。それまでの封建制では、地方に勢力を持つ貴族が半ば独立した権力を行使していたが、始皇帝はそれを徹底的に排除した。全土を36郡に分け、それぞれに中央政府から派遣された官吏を配置したことで、地方権力の独創を封じ込め、中央集権を完成させたのである。これは単なる行政改革ではなく、旧秩序に属する貴族階級の息の根を止める政治的な粛清でもあった。また、度量衡の統一も重要な施策の一つである。各国でバラバラだった重さ長さ容積の単位は、すべて秦の規格に統一され、商取引や税制、建設工事の効率化が一気に進んだ。貨幣についても、出の銭や当銭など、各地で異なる形状だったものを、円形方向の腕両線に統一。流通を円滑にし、国家の経済基盤を強化する施策として効果を発揮した。さらに文字の統一は、人々の思考そのものに影響を与える重大な改革であった。小篆という書体が公式文書に採用され、異なる書体で分断されていた民の意識を、秦という一つの概念へと導いた。こうした改革の根底には、始皇帝自身の強烈な理想と恐怖があった。理想とは、秩序の上に成り立つ永遠の国家。恐怖とは、分裂によって再び戦乱が起こる未来である。そのために彼は、思想そのものを統制しようとした。人々が勝手に語り、議論し、異論を唱えることが秩序を崩す原因になると考えた彼は、紀元前213年、
ついに天下に命じたのである。学者が私的に歴史を語ることを禁じ、法歌以外の書物を噴書の対象とする。これが噴書である。翌年には、皇帝に批判的な儒者たちが告発され、生き埋めにされるという事件が起こる。これが公儒と呼ばれる思想粛清である。儒教が掲げる仁義礼智は、始皇帝の理想と真っ向から衝突するものであり、彼にとっては、反逆に等しかった。民の思想を一つに染め上げ、すべての人々を法の前に平等な存在とすることで、国家は一つにまとまる。そう信じた彼は、容赦なく異論を排除した。この噴書工事の実施は、後世において、暴君の象徴として語られることが多い。だが一方で、彼が直面していた国家の分裂と混乱の危機を考慮すれば、それは時代の要請だったとも言える。情報が統制されない社会において、旧六国の文化や思想が残れば、再び反乱の火種になり得たからである。実際、始皇帝は各地での反乱を極度に警戒しており、少しの異変も見逃さぬよう密偵の網を張り巡らせていた。さらに、国防と道路網の整備も急速に進められた。北方では強度の脅威に備え、万里の長城の前身となる防塁が築かれ、各地の軍道は中央から放射状に整備された。この広大な道は軍の迅速な展開を可能にし、同時に管理や文書が高速で行き交う情報網として機能した。始皇帝は地形と距離を克服し、地理的な広がりすらも一つの神へと強引に統合していったのである。始皇帝の改革は徹底していたがゆえに民にとっては過酷であった。重税と労役、厳罰と監視。これまでの王朝にはなかった支配の網に人々は怯え、やがて不満を抱き始める。それでも、彼の制度は隙のない機構として機能し、一時的には完璧な支配を実現した。国は一つにまとまり、反乱は未然に防がれ、秩序は維持された。始皇帝は、暴力をもって平和を得るという逆説的な理想を体現した存在だった。だがこの頃から、彼の心にはある影が差し始めていた。広大な国家を手中に収めたにもかかわらず、彼の顔には安堵の色がなかった。なぜなら、始皇帝が最も恐れていたもの、それは死であった。国家をいかに永遠のものとしようとも、自らの命が尽きてしまえば、その理想もまた砂上の楼閣と化す。それゆえに、彼は次なる執念を燃やし始める。不老不死という、誰も手にしたことのない永遠の命を求めて。辞書では、始皇帝が命を懸けて追い求めた不老不死の実態、そして東の海に消えた徐福の伝説に迫っていく。権力者が己の死を恐れたとき、歴史は狂気の道へと足を踏み出すのである。第4章、永遠の命を求めて、不老不死への執念と徐福の伝説。広大な中華を統一し、制度と秩序を整え、反乱の芽をも摘み取った始皇帝にとって、残された最大の敵は、己の命であった。どれほど万全に国を築いても、己の死によって、全てが崩れるかもしれないという恐怖。永続する国家を夢見た始皇帝にとって、死はあまりにも非合理な終焉であり、絶対に避けねばならぬ運命であった。彼が不老不死を求め始めたのは、まさにその恐れからであり、そこから先は、政治の論理を超えた狂気の領域へと突入していく。不老不死は古来より人々の夢であり、神話や伝説の中に語られてきた存在である。しかし、始皇帝はそれを空想としてではなく、現実の政策として追い求めた。彼は法師と呼ばれる戦術師たちを重用し、霊薬や神仙の存在を求めさせた。法師たちは、蓬莱北条英宗という三神山に、不老不死の仙薬が存在すると伝え、東の海の果てにその地があると説いた。始皇帝は、その言葉を信じ、多くの資金と人材をつぎ込み、神山探しを命じたのである。この探求の中心にいたのが、徐福という法師である。彼は巧みな話術で始皇帝を魅了し、蓬莱へ向けて船団を派遣すれば仙薬が手に入ると進言した。紀元前219年、徐福は数千人の道南道女、職人や兵士を従えて大規模な探検航海に出発する。その目的は仙薬の探索であったが、その真意は謎に包まれている。記録によれば、徐福は
往来の神に恐れ多くて近づけないと報告して帰還し、再び別の準備を求めた。始皇帝はそれを許し、さらに支援を与える。そして、徐福は再び出航するが、二度と戻ってこなかった。この徐福の航海は、後に様々な伝説を生んだ。ある伝承では、彼は日本に到達し、そこに泊まって稲作や製鉄技術を伝えたともされる。また、別の説では、彼は新天地に王国を築き、二度と始皇帝の元へは戻らなかったとされる。真偽はともかく、始皇帝の命によって出されたこの航海が、想像を超えるスケールであったことは間違いない。始皇帝は、自らの死を拒絶するために、国の資源を東の海へと注ぎ込んだのである。その一方で、始皇帝の心は、ますます猜疑心と恐怖に満たされていった。不老不死の追求は、同時に死への執着を意味していた。彼は暗殺を極度に恐れ、外出の際には何台もの車列を偽装して移動した。宮殿には秘密通路が張り巡らされ、常に護衛に囲まれて生活していた。さらに、寝所を日ごとに変えることで暗殺者の接近を防ごうとした。その背景には、かつての経過による襲撃の記憶と絶え間なく寄せられる暗殺未遂の報告があった。こうした極度の不安と恐れは、始皇帝の政治判断にも影を落とし始めた。彼は法師たちの言葉を疑い始め、戦略が手に入らぬことに苛立ちを募らせた。やがて、法師たちの一部が虚偽の報告をしていたことが露見し、彼は激怒する。ある法師は、始皇帝の怒りを恐れて逃亡し、彼を批判する言葉を残したとされている。この事件を機に、始皇帝は、法師たちへの信頼を大きく失い、処罰を強化するようになる。不老不死の探求が、やがて人間不信と統治の混乱を引き起こしていったのである。それでも始皇帝は諦めなかった。晩年には自らが各地を巡行し、霊薬の手がかりを求めて国内をさまよった。紀元前210年、その旅の途中で、ついに彼は倒れる。現在の河北省砂丘で発病し、同行していた宦官長コーラにより死は秘匿された。始皇帝が崩御したとの知らせは国家に動揺を与えると考えられたからである。遺体は腐敗を防ぐために魚の山を積んで隠され、車列は何事もないように咸陽へ向かった。この死の隠蔽工作は、やがて秦の崩壊を加速させる結果となる。後継者の問題に端を発し、宦官長公の策謀によって後継に予定されていた父祖ではなく、軟弱な抜子子外が皇帝として擁立される。この政変によって李島でもが処刑され、国家の中枢は完全に機能を失っていった。始皇帝の死は、まさに統一国家の根幹を揺るがす瞬間であり、彼が最も恐れた国家の崩壊が、皮肉にもその死によって始まってしまったのである。始皇帝の不老不死への執念は、狂気と呼ぶにふさわしいものであった。だが、その狂気は、ただの妄想ではなく、巨大な国家と文明を動かすだけの信念と力を持っていた。彼は単に死を恐れたのではない。彼が恐れたのは、自らが築いた秩序と理想が自分の死とともに失われることだった。そのために彼は不可能とされる命の永続にすら挑んだのである。第5章。死してなお恐れられた皇帝、陵墓兵馬俑に刻まれた野望。始皇帝の死は壮大な旅路の終着点であった。しかし、それは彼にとって終わりではなく、支配の継続に他ならなかった。彼が生涯をかけて築き上げた大秦帝国。その絶対的な秩序と力の象徴を自らの死後にも残すべく、始皇帝は生前から一つの巨大な構想を進めていた。それが、自らの陵墓と、そこに配置された数千体もの兵馬俑である。彼は、自身の死が世界から自身の支配を消すことがないように、死後の世界にまでも統治の象徴を打ち立てようとしたのである。この陵墓の建設が始まったのは、彼が即位して間もない頃、紀元前247年のことである。13歳で秦王となった衛星は、即座に陵墓建設の命を下している。つまり、彼の頭の中には、少年の頃から死が現実のものとしてあった。そしてそれは、単なる死ではなく、皇帝としての死にふさわしいものでなければならなかった。陵墓建設には、70万人とも言われる労働力が投入され、膨大な資源が割かれた。
彼の死後、国家そのものが揺らぐ可能性をも見越して、陵墓には軍事力の象徴たる永遠の兵団が設置されることとなった。1974年、陝西省で発見された兵馬俑は、その規模と精密さにおいて世界を驚愕させた。全長180から200センチメートルの等身大の兵士たちは、すべて異なる顔形を持ち、それぞれが戦闘態勢をとっている。彼らは隊列を整え、騎兵、騎兵、戦車兵と実戦を想定した構成をしていた。その配置は、まさに軍人そのものであり、陵墓の前衛として敵の侵入を防ぐ構造になっていた。これらの俑たちは、ただの芸術品ではない。始皇帝の死後の世界においても、自身を守る軍として作り出された生きた軍団だった。これほどの大事業が、ただの権力誇示で終わらない点が、始皇帝の特異性を示している。彼は陵墓を死者の居場所ではなく、帝国の延長と位置づけた。陵墓内には水銀が川のように流れ、天井には星々を模した装飾が施され、地上と地下の世界を鏡写しにしようとする試みがなされていた。これは、自身が死後も地上世界を支配し続けるという意志の表れであり、墓所とは、到底思えぬ規模と思想が詰め込まれていた。始皇帝がこのような巨大な陵墓を築いた背景には、死後の反乱やたたりに対する恐れもあったと考えられる。彼は生前、多くの政敵を粛清し、多くの民に重い労役と負担を強いた。その報いが死後に訪れることを警戒し、陵墓に兵馬俑を備えることで、それすらも制御しようとしたのだろう。始皇帝の支配欲は、死を超え、誘拐すらも支配下に置こうとするものであった。しかし、その一方で、この陵墓の存在は、後世に深い警鐘を鳴らしている。始皇帝の死後、胡亥と長江による戦争が始まり、国家は急速に混乱へと転じた。過酷な労役と暴政に苦しんだ民は、次々と放棄し、わずか3年後、秦は滅亡した。始皇帝が命を懸けて築いた大帝国は、彼の死とともに崩れ去ったのである。陵墓が象徴した永続する支配は、皮肉にも儚い理想として、歴史の闇に沈んでいった。この結末が、始皇帝の功罪を語る上で、極めて象徴的である。彼は徹底した統制と改革によって、中華統一という前人未到の偉業を成し遂げた。しかしその反面、極端な中央集権と思想統制は、国家に柔軟性と寛容を奪い、崩壊を早めた一因ともなった。始皇帝が残したのは、陵墓という巨大な遺構だけではない。その統治哲学と政治手法、そして、それが生んだ栄光と崩壊のドラマこそが、彼の真の遺産である。現代においても、始皇帝の存在は多くの議論を呼び起こしている。彼は暴君だったのか、それとも時代を超えた改革者だったのか。その評価は、今なお定まらない。だが一つ確かなのは、彼の築いた帝国と陵墓が、2000年以上の時を超えてなお、人々の心を揺さぶり続けているという事実である。兵馬俑は無言のまま立ち尽くすが、その背後には始皇帝の執念、恐怖、そして希望が確かに息づいている。真の始皇帝。彼の名は単なる王ではない。帝国そのものを象徴し、古代中国に革命をもたらした存在である。そして彼が築いた陵墓と兵馬俑は、死してなお世界に問いを投げかけ続けている。それは、永遠の命とは何か。支配とは、果たして死を超えうるのかという、人類共通の根源的な問いかけに他ならない。今回の動画は以上となります。真の始皇帝永世は、戦乱の中で、冷徹な政治手腕を発揮し、中華を初めて統一した偉大な支配者でした。彼の改革は秩序をもたらす一方で、文書工事や思想統制など、強烈な恐怖政治としても語り継がれています。さらに彼は、不老不死を求めて、徐福を東へ派遣し、死後には兵馬俑を従えた巨大陵墓を築きました。始皇帝の人生は、権力の極地に達した者が見た恐怖と永遠への執念の物語でもあります。内容についてご意見があれば、コメント欄にぜひお願いします。また、高評価やチャンネル登録いただくことが大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。